ハロハロ、どうもどうも、マッドサイエンティスト系 VTuber のクレイザキアキラだーい。最高におしゃれで可愛いサイエンスなインテリアを見つけたぞい。その名も星雲予報グラス。もともとストームグラスはアキラ持ってたんだけど、ネットで買い物してたらこんなものを発見。これは可愛すぎると思い一足購入ということで、今回は星雲予報グラスを作って、それがどういう仕組みで動いているかっていうのを学んで、最後に1週間実際に観察してみようと思います。それではまず星雲予報グラスを作っていきましょう。実験開始。
ことで声優予報グラス完成。チューブを容器に入れるのが難しくて少しイラッとしてしまったのはね、内緒ねでもそこさえもコツをつかめば本当に簡単にできたから結構おすすめかもしれない、これは。では続いて声優予報グラスがどういう原理で動いているかっていうのを見ていきましょう。声優予報グラスは気圧に基づいて動いているとのこと。管の水の位置が標準位置より高い場合低気圧を表し、管の水の位置が標準位置より低い場合高気圧を表してくれてるみたい。一般的には低気圧の時に雨とかどんよりとかした天気になって、高気圧の時には晴れるから、この声優予報グラスで天気がどうなるのかなって見て楽しめるってことだね。では実際にどれぐらい声優予報グラスが動くかっていうのを見ていきましょう。再び実験開始。ということで声優予報グラスの1週間を見てみました。120倍速迫力ありましたな
こうしてみるとかなり動きがあることが分かったんじゃないでしょうか。ただ、気圧の数値と合わせて見てみると残念ながらちょっとね微妙な感じだったのが分かったかな。気圧の標準数値が1013みたいで6月17日の6時頃はきちんと合ってたんだけれども、その後1013なのにもかかわらず上までググググっと上がってしまってたね。でこれうまく動きが出なかった理由、実はちゃんと説明書に書いてありました。ちゃんと読んでなくてすいません。星予報グラスは直接日光や強いライトが当たる場所や寒暖差が激しいところでは気圧の変化と関係なく水位が上下するので、必ず日陰で寒暖差の少ないところで測定してくださいと。やらかしてしまった。説明書の注意書きを守らないとどうなるかというのを無事検証できましたね。今回はねミスってしまったのだけれど、ちゃんと水位が上下するのは確認できたので良かったとしましょう。次はストームグラスと一緒に検証してみるとか、これまたね面白い結果になりそうだなって思ったので、いつかこれも動画にしてみようと思います。ということで今回も動画を見てくれてありがとうでした。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あきらにやってみてほしいという実験企画があればぜひコメントで教えてね。それではまた次の実験で会いましょう。またね。